46、総督ピラトの対応。有股屋のヨセフという金持ちがいた。彼もユダヤの議員の一人で、密かにイエスの弟子となっていた。彼は緊急会議で再三にわたり、イエスの弁護をした。議会が閉会になってから、彼はその足で総督ピラトのところへ駆けつけた。ピラトは彼の親しい友人であった。時はすでに夜が明けていて、ピラトは目覚めていた。ピラトはユダヤ人の不穏な動きに頭を悩ませていた。そこへヨセフがやってきたので、渡りに船と部屋に案内した。もしかしたらヨセフから解決の糸口を引き出せるかもしれないと考えた。ヨセフは打ち解けて何もかも話した。これはパリサイ人と祭司たちの策謀によるものであることを説明した。それはイエスが彼らの偽善に満ちた悪行ぶりを直言したからであると言った。さらにヨセフはイエスが民衆に語りかけた。新天地に関する説教のことを説明した。金も税金もいらない王国、すなわち神の愛によって運営される王国を作る話のことである。ピラトは笑いながら言った。詩人の夢だね。それはこの世では不可能だよ。ピラトはため息をつきながら言った。この世で大事なことは、厳正な正義が実際に行われることだ。ローマはそれに重点を置いているのだ。詩人がその役目に手をつければ、立ちどころにその国は崩れてしまうだろうよ。でもわしはその預言者に少なからず、興味を持っているのだ。ローマの裁判は、夢を描く人物を守り保護する義務を持っている。我々のやり方は、偽善や利己主義によって、真実を曲げるようなことはしないからね。ピラトの言葉によって、ヨセフは勇気づけられた。ヨセフは同胞の権力者が真実を曲げているだけではなく、大っぴらに踏み潰していることを、深く悲しんでいたからである。イエスが眠っている間に、パリサイ人と律法学者は協議を重ね、相談がまとまった。彼らは総督ピラトにイエスを渡し、十字架にかけさせようという内容であった。そこで大勢の人間がピラトのところに押しかけ、カヤパの前で言った嘘の証言を何度も繰り返して訴えた。総督ピラト閣下、このままに放置されますと、奴は国中を堕落させてしまいます。シーザーへの税金も払うなと言ってます。イエスは反乱の張本人なのです。奴は自らメシアと称し、王であると豪語しているのです。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤの王ですか？おっしゃる通りです。でも私の王国はこの世のものではありません。霊界にある王国なのです。霊界にある王国とは、詩人の夢よりも素晴らしいものでしょうね。ピラトはひどく疲れていたけれども、イエスに好感を持つようになった。イエスの方が大勢の賢者よりもずっと頼もしく感じられた。長老たちはじっとピラトの返答を待っていた。ピラトは彼らに言った。この人には何の過ちもないではないか。彼らはますます興奮して絶叫した。奴はみんなを引っかき回しているんです。ガリラヤで引っかき回し、ユダヤ中を撹乱しているんです。奴は至るところでシーザの権威を踏み潰しているんですよ。ピラトは顔をしかめながら尋ねた。この人はガリラヤ出身なのか？そうです、ナザレ人です。ピラトは思わぬ言葉を耳にして、ぎっくりとした。皇帝シーザのことに触れたからである。それで彼は早速、法的管轄の責任者であるガリラヤの王ヘロデのもとに送り込むように命令した。ヘロデはとても喜んだ。ヘロデはかねてからイエスに会いたいと思っていたからである。イエスの名はガリラヤで奇跡と名演説家として知れ渡っていた。しかしどんなことを質問してもイエスは何一つ答えようとしなかった。大祭司や律法学者たちはイエスが自らをユダヤの王と称していることで生きり立っていた。彼らの権威が踏みにじられたというわけである。しかしヘロデ王はピラトと同じようにイエスの霊的側面に惹かれていた。ヘロデ王はピラトよりもイエスのことに関しては多くを知っていた。イエスがどんなに素晴らしい奇跡を起こしたか、真理についていかに多くのことを語ったかを知っていた。それでヘロデ王は何とかイエスの命を救おうとしてわざとイエスのことを気違い扱いにし、十字架に処する価値もないと言い張った。そこでヘロデ王はイエスに紫色の衣を着せ、王の制服、神の子イエスに深々と会釈をして偽りの敬意を払うように命じた。ヘロデ王は密かに
ピラトのもとへ使者を使わし、このナザレ人は祭司たちの妬みを買って、不当な扱いを受けていると伝えた。この二人はすっかり仲良くなり、なんとかイエスを救ってやりたいと願っていた。一方は預言者と称し、他方は夢見る詩人と称しながら、